皆さんお久しぶりです。しおんです。最近なかなか動画を更新できてなかったんですけど、ここのところ私がどう過ごしていくのかっていうのをお届けしようと思って、今日は大学があるのでその一日を Vlog で撮ろうと思ってました。でこれ朝起きてシャワー浴びて今髪の毛を乾かしてるんですけど、ちょっとこの時点で一限への大幅な遅刻が確定してしまいまして、ちょっと大学の授業に参加することは断念しようかなと考えているところです。でちなみになんですけど、今家に私以外妹と母親もいるんですね。なんと恐ろしいことに3人とも遅刻しています。妹と私は大学生で2人とも大学の一限に遅刻していて、母は仕事に今日は出勤する日なんですけど、それに遅れているという感じですね。一応母の職場はフレックスなんでコアタイムに出勤していれば大丈夫っていう感じではあるんですけど、本来であればもっと早く出勤しているはずだったっていう状況です。うちの家族で時間を守れるのは父親くらいですね。で今日は大学一限しか授業がないんですけど、それにもう参加すること諦めたんで、じゃあなんで朝の支度続けてんだっていう話になると思うんですけど、私最近長期インターンを新しく始めたんですね。まず帰国してお花屋さんで実は短期のアルバイトをしていたんですけど、それが短期だったんでついこの間終了したんですよ。で次何しようかなって考えた時に、せっかくならアルバイトよりはもうちょっと社会人になって役立ちそうなスキルとか経験を身につけたいなっていうのと、あとはオフィスで働いてみたいなっていうのがあって、社会人になる前にで長期インターンすることにしました。で今日はその大学の後に長期インターンに出勤する予定がもともとあるので、どっちにしろ準備をしなきゃいけないっていうことで今優雅に髪を巻いています。リップを塗って、チークはねもうリップをそのまま最近は使っちゃってます。その方が統一感も出るしね。わちゃわちゃ感が好きな層がジップ見るから、それぞれの朝から韓国の時代劇やってるしでなんって面白いけどさ、ニュースみたいなロペやってんだ相変わらず。なんだっけ、ボタンだっけ、なんか変なさ、カキだかアサリだか、アサリのシュールなやつやってるよね知らない？チーズ好きそうよ。あ、そう。でも私ロペ結構好きだったよね。で会社員ってさ、待って、それさ前多分富士でもやってたよ。違うっけ？ごちゃんだっけ？なんか前さ見てた報道番組でもやってたよ。こうして毎日猫アレルギーを発症してメイクの直後に鼻を噛んで鼻周りのメイクが全て落ちるというルーティンを繰り返しています。優先順位考えるのマジ苦手じゃん。じいさんすぎるね。お花拭かないの？というわけでいざ出発。まずは大学に向かっていきます。さっきつけたはずのリップがなぜか取れてるんですが、気づいてないみたいなのでこのまま進めます。大学の最寄りに着いたんですけど、この間ココロっていう混ぜそばのお店が監修した混ぜそばをファミマで売っているのを見かけたんですね。でそのココロっていうのが私がカナダでワーホリしてた頃にすごい日本人の間であそこは美味しいって話題になってたお店で、なんかすごい思い出深いんですよね。でだから久々に食べてみたいなって思って買いに来たんですけど売ってませんでした。一応ファミマ2軒回ってみたんですけどなかったんで、もうちょっと諦めて盛岡冷麺を買いました。はい、そんなこんなで大学に到着しました。うちの大学緑が本当に多くて公園みたいなんですよね。登校するたびに私この大学好きだなーって思ってます。と
というわけで大学に着いたのでオンデマンド授業を受けていきます。4月に久々の復学で大学ぼっちになるんじゃないかっていう動画を出したと思うんで、ちょっと実際どうなってるのかっていう近況についてお話しすると、結局友達は一人もできていません。正真正銘のぼっち生活を送っています。というのもですね、まず私今4年生なんですけど、授業を取ってる子で4年生ってあんまり出会わないんですよね。だからグループワークとか席隣になってちょっと喋ったりとかしても、4年生って言っただけで、先輩なんですねみたいな感じの対応されてしまって、あんまりちょっと友達っていう風にならなかったりとか、あと問題のゼミですね。ゼミ入ったんですけど、なんと私以外全員男子なんですよね。そうでしょ？私がいろいろ2年も休学していろんな国ふらついてたりとかして変な経歴なので、それで興味持って喋りかけてくれた子とかはいるんですけど、でも言うて男子なのであんま友達っていう風にはなってなくって、なんで結局友達一人もいなくて、本当にワーホリ時代もずっと私ぼっちしてたじゃないですか。してたんですけど、帰ってきてからも結局私はぼっちになる運命なんだなと思って、なんで大学戻ってきてからも相変わらずぼっち生活を続けています。ただぼっち歴長すぎて、もう全部一日のスケジュールとか一人で動く前提で自分の中で組み立てちゃってるんで、友達できたとしても逆に身動き取りづらくなるなみたいなことも思い始めてきちゃったりして、長らく独身で30、40ぐらいまで過ごしてきちゃった人が今更結婚できないよみたいな、今更他人と共同生活なんて無理っていうのと同じような心境になってきてしまってるんですよね。その感じが透けて見えて余計に周りに人が寄ってこなくなってるのかもしれないです。通学証明書ってこちらでもらえたりしますか？入学した時に学生証と一緒に渡しした。それがどっか行ってしまってで、すごい今更なんですけど定期券を買いたくて、てな感じで2年ぶりに定期券を買おうとしたら通学証明がなくって、で審査落ちたんですよね。なのでここにもらいに来ました。で結局のところその証明の期間が4年間だけらしくて、私はもう4年超えてるので在学期間が、だからどのみち新しいの発行し直さないといけないみたいな状況だったらしくて、で新しいものを発行してもらうっていうことになりました。そして電車に乗ってインターン先に移動していきます。で途中で乗り換えがあるんですけど、ここの移動がすんごい長いんですよね。アジサイがね綺麗な時期になってきました。またちょっと歩いてようやく乗り換えです。お昼がちょっと少なかったんでね、出勤前に当分チャージをして電車が来たので乗り換えます。東京の人はねもしかしたらピンとくるかもしれないんですけど、その中目黒の方にね今の職場がありまして、実はこの撮影日の前日がこの間大きい台風があったじゃないですか。それの日でこの目黒川も結構氾濫しそうみたいな感じで警報が出てたりしたんですけど、今日は一夜明けてすごい落ち着いてましたね。というわけで仕事に行ってきます。
すごい覚えることたくさんあって、今日まだ2日目だから、なかなか慣れなかったんだけど、でもメモとか見ながらなんとかできました。前回出社した時よりは慣れてきたかなっていう感じがします。私 MBTI が INTP なんですけど、私の直属の上司も INTP で同じ MBTI なんで、なんかちょっと親近感っていうか、多分お互いこんな感じのテンション感で伝わるよねみたいな、なんかそういう暗黙の了解みたいなのがあるのかなみたいな、私は感じてます。なんで上司ともうまくやっていけるといいなっていう、そんな感じです。というわけでこのまま家に帰ります。じゃあねー。